木彫りのようなクマが粘土で簡単にできる作り方と、誰でも可愛くできるクマの絶妙なバランスを解説します。ダイソーの素焼き超粘土を使って作っていきます。ひびを濡れタオルでこすってきれいな丸を2つ作ります。1つは頭、もう1つは体。ほんの少しだけ頭を小さくします。このバランスが子供のクマのサイズになります。はじめに大きい方の丸、体から作っていきます。丸の片側を押さえて転がし、涙型にします。こんな形。さて、木目をつけるアイテム、7本針です。粘土に対して平行に針を当て、7本針をゆっくり引いていきます。簡単にきれいに木目がつきますよ。ぐるり一周木目をつけていきます。しっかり針を押さえて引くと筋がはっきり出ます。が、粘土を持つ手に力が入らないように気をつけてね。筋が消えてしまうので。体、完成。片側を押さえて卵型にし、頭を作ります。うずらの卵のような形にしてね。細い方から3分の1のところを細工棒で押さえて転がします。丸が180度回転するところまで転がしてね。ここが目の位置になります。力の加減が難しいですが、これくらいのへこみになるように、丁寧に成形していってください。おでこの角を優しく押さえて滑らかにします。線がわからなくなるまでしてくださいね。ここの線が残っているとゴリラ感が出てしまいますよ。尖った顎の部分を下から押さえて鼻先へ上げていきます。この時粘土を持つ手に力が入らないように気をつけて、少しずつ優しく押さえてくださいね。鼻先がツンと上がりました。ほっぺたの角も少しだけ押さえておきましょう。かわいい形になりました。表面が少し乾いていたら、軽く水で湿らせてから木目をつけると、くっきり跡がつきます。鼻筋からまっすぐに線を引いていきます。木目なので、すべて同じように平行に線を引いていきます。前、横、後ろと順繰りに線を入れましょう。先に入れた線を押しつぶさないように、持っている手の形を固定して、そこに粘土を乗せるようなイメージです。耳を作ります。大きいとネズミになるので小さな耳にしましょう。涙型の細い方を指で軽く押しつぶします。細工棒で太い方の縁を残して押さえます。耳のへこみができました。裏返して木目をつけましょう。細い方を少しカットします。同じものをもう一つ作ります。耳のつける位置は頭の中心から10時10分の角度で、真上から見た時中心よりやや前の位置です。耳の切り口にボンドをつけてくっつけます。位置が決まればしっかりとくっつけましょう。後ろの接合部を爪楊枝で慣らしておきます。目の位置はへこみの中央、耳の内側のライン上です。先に爪楊枝で印をつけておきましょう。
印の部分に細工棒で穴を開けます。出来上がりより大きく開けておきます。思ったより大きくていいです。花は逆に思ったより小さいです。爪楊枝か針で取って丸めます。こんなもん。一番出っ張っているところにボンドでつけましょう。小さくて取れやすいのでしっかりつけておきましょう。花の下からまっすぐ針で線を入れます。その線の先から左右斜め下に線を入れます。爪楊枝を直角に刺し、広角を上に上げてね。白目を入れます。穴に入るサイズに白いソフト粘土を丸めます。大きさを確認したら取り出してボンドでつけましょう。目が飛び出ないようにしてね。白目が入りました。足を作ります。4つ同じ大きさに粘土を取り分けます。シワのないように丸めたら、細長い涙型にします。机の上で転がすとまっすぐにできますよ。このくらいの太さです。体とのバランスを確認します。くるり1周木目をつけましょう。4つ同じように作ります。手の方が少しだけ細くなりますよ。長さを確認したらお尻の位置で印をつけます。印でカットし、もう片方も長さを揃えてカットします。切り口の角から斜めにカットします。切り口にボンドをつけてくっつけます。足が底につくように貼っていきます。切り口の先端がお尻の位置に来るように貼ります。腕の長さはてっぺんから足につくところまでの長さです。長さを合わせたら斜めにカットします。つける位置は体の中心から少し前です。ボンドをつけててっぺんからまっすぐ下向きにつけましょう。手と足がくっつきました。頭と体を合体します。爪楊枝を半分に折り、ボンドをつけて体に半分まで差し込みます。くるくる回しながら刺すと刺しやすいですよ。爪楊枝にボンドをつけて頭を取り付けます。頭の中心になるところから差し込みます。顔を傾けるときは先に傾けてから押し込みます。最後に尻尾をつけましょう。尻尾も底につく位置で取り付けます。形ができました。しっかり乾いてからアクリル絵の具で色を塗りましょう。いい感じに木目を出すために2回色を塗ります。まずはじめに焦げ茶色を水で薄めて溝に色を入れていきます。へこみに絵の具が流れ込むくらいの水の量にしてください。頭を持って体から塗っていきます。体が塗れたらドライヤーで乾かして、次に体を持って頭を塗ります。下塗りが乾いたら2色目を塗っていきます。焦げ茶に白と黄色を混ぜて色を作ります。溝に絵の具が入らないように筆を横に動かして塗りましょう。こちらは水を少なくして塗りますよ。また体を乾かして頭を塗ります。
筆を水で洗い濡らして白目についた絵の具を拭き取ります。筆に絵の具がついたら洗ってください。ほっぺたをピンクに塗るととっても可愛くなりますよ。鼻は焦げ茶色に塗りましょう。黒目は爪楊枝で描くとブレずに描けますよ。一度に描かずトントンと数回色をのせて綺麗なまん丸にします。ど真ん中を避けて描きましょう。左側は逆さまにすると描きやすいです。